こんにちは。五郎です。今回はバンダイナムコエンターテインメントから販売された心の黎明を告げる RPG、テイルズ・オブ・アライズのプレイ感想をお話しします。グラフィック、戦闘アクション、ストーリーどれをとっても素晴らしい作品となっていました。ネタバレになる部分もありますのでご注意ください。まず私の感想の前に、本作の簡単な紹介をします。本作の背景は、隣り合う二つの星、ダナトレナ。300年前、自然あふれる世界であったダナは、高度な科学や魔法が発達したレナから突然の侵攻を受けて、以来、終わりなき霊俗を強いられることとなった。ある日、鉄仮面に顔を覆われたダナの青年と、同族から追われるレナの少女が出会った。この思いがけない開口は、二つの星の運命を揺るがす物語の始まりに過ぎなかった。と公式ホームページにあるように、混じり合わない二つの種族が巡り合うことで世界を変えていく感じのやつです。鉄仮面の青年アルフェンと、同族に追われるレナのシオンを主軸に物語が進んでいきます。アルフェンは、ダナをレナの支配から解放するために、シオンはとある野望のため、ダナを支配する各地の領主、スルド、を倒すという利害が一致し、行動を共にします。行動をする中で、レナ人しか使えない精霊術、魔法のようなもの、をダナ人であるが使うことができる少女リンウェル。ダナ人でありながらレナの警備組織ヘビの目に所属するロー。ある地域のスルドであるテオハリムに使えるダナの兵士キサラ。ダナ人とも友好的な態度で接するスルドテオハリムと出会い、各々の目的のため行動を共にすることになります。ストーリーの感想についてお話しします。個人的な意見になりますのでご承知おきください。各地の支配を解放していく、王道のストーリーです。一本道のストーリーとなります。物語序盤から中盤は、この流れで進むのでわかりやすく、キャラクターや世界観がしっかり確立しているので面白いです。終盤は、SF 要素が増え、世界観が壮大になり、個人的にはテイルズらしいなと思いました。ただ全体としてストーリーがシンプルな分、キャラクターや戦闘等が重要になってきますが、そこがうまく作られているので、良作となったと思います。どうしてそんな行動するのだろう。や言動おかしくない。といった矛盾点がほとんどなかったので、ストーリーに没入できました。何言っているかわからないかもしれませんが、物語中盤以降にオープニングが差し挟まれるのですが、ハローアゲインは名曲ですね。そしてネタバレになりますが、ハッピーエンドだったのが何よりも良かったです。次回作を感じさせないぐらいスッキリした作品で、大満足です。次にキャラクターについて、投稿主が感じたことをお話しします。それぞれの生い立ちに沿ったキャラ設定でした。主人公のアルフェンも嫌味がなく、脳筋感がパーティーのムードを良くしていたかなと思います。ヒロインのシオンも最初は、冷たい対応ばかりですが、茨の呪いによって人との関わり方がわからなかったという背景を考えれば、当たり前ですし、徐々に心を開いていく姿は、これが見たかったと思わせてくれる存在です。アルフェンとシオンの絡みが、物語の魅力をかなり底上げしてくれています。もちろん二人だけでなく、種族の差別が強い世界にも、旅を通じて芽生える仲間意識の描写が丁寧で、良かったです。サブキャラクターも印象的で、悪い奴はしっかり悪く描かれているので、倒す時も躊躇せず倒すことができます。続きまして戦闘面の感想についてお話しします。難易度は高かったです。敵は硬く、攻撃がなかなか通らず、回復手段がシビアなため、かなり苦戦します。手応えがあって、戦闘は楽しいのですが、爽快感は少なめです。アルフェンは自分の HP を削り、敵に大ダメージを与える技を使うことができ、それは爽快感がありますが、HP と SP 管理がシビアなこのゲームでは、乱発するとすぐにゲームオーバーになってしまうため、使いどころが難しいのが悔やまれます。ただ必殺技の演出はスピーディーかつダイナミックで、テンションが上がります。戦闘映像をご覧ください。ちなみに戦闘はシンボルエンカウントからのアクション RPG、ザ・テイルズですね。
そして投稿主は、操作キャラを変更できる場合でも基本主人公しか使えない納金プレイヤーなので、他のキャラが使い勝手がいいという話を聞いてもほとんど使用していません。ボス戦などは、特殊なアクションが発生することがあります。その演出で戦闘の迫力をより一層高めてくれています。単純にかっこいいです。あと話しておきたいのが、グラフィックについてです。グラフィックがアニメ調なのに美麗。アニメ調だと綺麗ではないというわけではないのですが、どうしても不自然になるところがありますが、本作はグラフィック技術などにこだわり絵画的なタッチな中でリアリティがありつつ、アニメ調、語彙力がなく、申し訳ないのですが、すごい綺麗です。ここまでご視聴いただきありがとうございます。総評です。正直、めちゃくちゃ面白かったです。王道のストーリーの中で、テールズらしく SF との融合、仲間とのちょっと笑える掛け合いがありつつで、飽きさせないものでした。一本道ですが、ストーリーとキャラクターがしっかりしていればそれで問題なしです。むしろストーリーがしっかりしている場合は、一本道が好きです。マルチエンディングでもいいけど、トゥルーエンドは欲しいです。そして本作は何よりハッピーエンドなので、後味も良いです。終わった後の喪失感というか、一つの物語が終わった感じが、いい作品だったことを表しているかと思います。差別的な表現が多いこと、テールズはそういうの多い印象、が問題なければぜひ触ってもらいたい作品です。ただ敵をバッタバッタ倒す無双的な爽快感を求める人には向いてないと思います。迷っている人はやってみることをお勧めします。今回はここまでになります。最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画でもどうぞよろしくお願いいたします。